今週も1週間お疲れ様でした。どこかの森の奥で仕立てをやっているアンバープリムローズです。この動画は1日一言の日記に一輪のチューリップを添えた1週間分の絵日記を話題を掘り下げたり掘り下げなかったりしながらエッセイ風に語るラジオ仕立ての雑談動画です。今日の話題はこんな感じ。スクイーズに翻弄され返り討ちにされた。好きと推しの境界線を見つけたかもしれない。何もしない日って大事だな。作業中や寝る前のお供など一緒にのんびり聞いていただけたら幸いです。6月6日、フライパンの上のニンニクが大暴れした。この日ちょっとなんかペペロンチーノみたいな味の料理を作りたくなって、オリーブオイルを入れて熱したフライパンにチューブのおろしニンニクをニュッて入れたんですよ。そしたらさ、入れた瞬間にニンニクが四方八方にバババババって跳ね回ったんですよ。いや、料理得意な人からすると当たり前かもしれないんだけど、私全然そんなことになると思ってなくて、もう、そんなつもりじゃなかったんですって思って急いで火を止めて、もうなんか細かくニンニクが散ったコンロを見てすごい悔しい気持ちになりました。スプーンを洗う時にさ、水の勢いがいいと円状に水がわーって跳ねちゃって大変なことになるやつ。あるある。気持ち的にあれと全く同じ感じになりました。みんなも気をつけてください。6月7日、育てるか筋肉を。リングフィットアドベンチャー始めましてということで、スイッチで遊べる筋トレ RPG リングフィットアドベンチャーを始めました。みんなやったことありますでしょうか？リングフィットアドベンチャー。これなんで始めたかっていうと、ある日、兄からツイッターのリンクだけが LINE にピコッと届いて、でなんだと思って見てみたら、リングフィットアドベンチャーは体力づくりとうつの改善にいいらしいっていう内容のツイート。それがなんか、だからおすすめだよとかの文言もなく、ただリンクだけ送られてきて、確かに私運動してきてないし、すごく明るく元気という感じではないから、そっか、私家族から虚弱で鬱だと思われて心配かけちゃってんのかと思って。でも確かに、リングフィットアドベンチャーをやるのもまた一興かと思って、その連絡が来た翌日にね、すぐ買いに行きました。でさ、ちょっと書いてるんだけど、リングフィットアドベンチャーって専用コントローラーが必要なの。この1個は車のハンドルみたいなリング状のやつで、この中にバネが入ってて、両腕を使って押し込んだり引っ張ったりするんだけど、結構バネがちゃんと硬くて、押し込むのも引っ張るのも力が必要になりますよみたいな。で、もう一つが太ももにバンドみたく巻いて装着するタイプなんだけど、だから結構ね、専用コントローラーとゲームカセットっていうのかな、カセットってまだ言うわかんないけど、それが一緒になったセットみたいなやつだったんだよね、箱に入って。でさ、始めるかと思って箱を開けたら、まず一番見やすいところに、育てた筋肉は裏切らないみたいな言葉がデカデカと書いてあってそれがまずなんか、やるかみたいな気持ちになってよかったり。でもひとたびゲームを起動したらフィジカルの世界なんですよ。ボタン操作がほぼ必要なくなって、進むを選択するときはリングコントローラーを両手でギュッて押し込んで、戻るを選択するときは逆に引っ張ってみたいな感じで、メニュー操作の段階から軽く筋トレをさせてくるみたいな。なんか知らなくてさ、私それステージ内の筋トレパートだけじゃなくって、もう全部の操作で筋肉使わせてくるんだ、すごいなっていう。で、筋トレパートも割とちゃんと全身の筋肉を使わせてくる内容で、翌日しっかり全身筋肉痛になりましたなんかね、ゲーム内でレベルの概念もあって、筋トレをするとね、経験値が入るんですよ。で、これが思ったより嬉しくて、運動が経験値になるっていうのがなんかね、思ってたよりモチベになるというか、やるかみたいな、やる気につながる。果たしてね、クリアできるのかどうか私にもわかりませんが、しばらく頑張ってみるつもりです。6月8日、コストの少ない小さな冒険に興じた。私、ポケモン GO をやりつつ散歩するっていう習慣があるんだけど、行ったことない道を歩いてみました。みんなさ、自分のお家の周りにさ、
あるなーって認識してるけど、そこ入ってったことない道みたいなのありませんか？私の場合、近所に遊歩道みたいなところがあるんだけど、特に用事もないから行ったことなくてさ、そこにちょっと行ってみたんだよね。周りにいろんな木が植えられてたり、ちょっと東屋があったりとかして、いいお散歩道見たくなってるところ。そしたらなんかね、すごいいい匂いがする何かわからない花とか、かなり葉っぱが生い茂っている木に囲まれて、めっちゃ暗い道とか、あと屋根の上で寝てる猫とか、結構ほのぼのした冒険気分で楽しかったんだよね。で、この道って最終的にここに繋がってるんだとか、こんなお店あったんだみたいな新しい発見もありつつ、なんか生活圏内ってもうさ、見知った日常のものだと思いがちだけど、一本道を変えてみるだけで、案外新しい景色があったりとかして、新鮮に日常を楽しむ方法って生活圏内でもまだまだあるんだなぁと思いました。6月9日、スクイーズに翻弄され返り討ちにされた。最近の日記でも話したんだけど、私水川スクイーズっていうやつが欲しくて買いに行ってみたんだよね。で、ここならあるかなと思って行った雑貨屋さんに結構な種類の水川スクイーズがあるにはあったんですよ。もちもちの柔らかいスクイーズ、なんかケーキとかパンケーキみたいな形を模した柔らかいスクイーズがジップロックみたいな袋に入れられてるのが並んでて、これと思って、触り心地が一番大事だから、とりあえず全部をもみもみとね、触ってみたんですよ。で、これちょっと硬いかもなとか、これ結構いい感じかもとか、これ触り心地は結構いいけどなんか見た目ちょっとボロついてるなとかでいろいろ思いながら、やっぱさっき触ったやつの方がいいかとか、いろんなやつをもみもみってちょっとずつ触るのを繰り返してたら、なんか食感のゲシュタルト崩壊みたいなものを起こしちゃって、何が自分の望む柔らかさなのか分かんなくなっちゃったんだよね多分なんか似た感じの柔らかさのものを微妙な感覚的なところで選ぼうとした結果混乱しちゃって、で、これ分かんなくなってきたかもと思って一旦価格を見たら2500円とか、ちょっとなんか想定してたより高くて、でもインターネットで若干見た時も店頭で見た時もまあそれぐらい2000円ちょっととかだったから、多分それが相場だと思うんだけど、なんか握って遊ぶものだからさ、ある程度仕方ないのかもしれないけど、もう店頭に並んでる時点でスクイーズ本体にされたプリントが剥げかけてたりとか、なんかちょっと崩れかけてる、ちぎれかけちゃってたりとか、見た目が2000円以上する割にそんなに良くないみたいなものも多くて、これ簡単にボロついていくんだろうなっていう未来が容易に想像できちゃったんだよね。で、なんかそうやって何が私の望む柔らかさか分かんなくなったり、相場に対して結構本体が簡単に傷んでいくんだろうなとか、そういうのがいろいろ重なった結果、もうその日は気持ちが落ち着いちゃって、絶対欲しいの気持ちで入ったんだけど、結局何も買わずに帰ってきちゃいました。私のこの場合はさ、価格とか品質的な理由もあったけど、選択肢が多いと決められないってあるよね。外食に行った時とかさ、メニューに美味しそうなものが多くて何食べたいか分かんなくなっちゃうみたいなのに結構近い感じでした。懲りずにね、スクイーズ探しの旅続けていこうと思います。6月10日、お弁当作りってテトリスみたい。なんかこのジャンルのショート動画はつい見ちゃうんだよなみたいなのってあるよね。私の場合お弁当を作るショート動画つい流れてきたら見ちゃうんだけど、家族に作るお弁当を食材の段階から料理してお弁当箱に詰めて完成までを見せてくれるタイプの動画。私何かが出来上がっていく動画を見るのが多分そもそも好きで、イラストとかアクセサリーとか、あとなんか森の中に
小屋みたいな家を建てる動画とか結構好きなんだけど、お弁当はそういう出来上がってよく見応えに加えて、ちょっとその量入りきらないのではという量のおかずがうまいこと綺麗にお弁当箱に収められていくテトリス的な気持ちよさ、これもあって特に好きで、こんな素敵なお弁当を常日頃からっていうのも、これは簡単で美味しそうで真似できそうっていうのも、それぞれに全部良さがあると思っていて、で定期的におすすめに流れてくるお弁当 YouTuber 4、5人います6月11日、好きと推しの境界線を見つけたかもしれない。みんな推しっていますか？推しって今やかなりカジュアルに使われる言葉だと思うんだけど、私今まで個人的にこの人私の推しだなっていう人がいなかったんですよ。何をもって推しとするかってそれぞれの中に定義というか基準みたいなそういうのがあると思うんだけど、個人的にずっと好きと推しってなんか違う気がするんだけど、どう違うかがよく分かってなかったんだよね。なんだけど最近これって推すっていうのに近い気持ちなのかもしれないって実感したことがあって、それがすごく簡単に言うと、私の場合その人が作る作品が好きだなからその人自身が面白い人だな好きだなになったっていうことなんだけど、ちょっと詳しく話すと、動画でもちょいちょい言ってきたんだけど、ずっと曲が好きで聴いてたドレスコーズっていうバンドがあって、そのボーカルの島良平さんっていう方が曲を作っているんだけど、私は前から島良平さんの作る曲がとにかく好きで、そのパフォーマンスにもカリスマ性みたいなものがあるよなーって感じていて、作品として好きだなーってずっと思ってたんですよ。なんだけど最近島さんが自身の考えを話してる動画を見たり自叙伝を読んだりする機会があって、人間の部分をちょっと知って、そしたらあんなにかっこいい曲を作ってかっこいいパフォーマンスをする人だけど結構不器用だったり思い悩んで極端な状態になったり、人間味のあるところがあるんだって思って、人間ってさ多面的な生き物ですごくグラデーションがあるじゃないですか、どんな人も。だからいろんな面があって当然なんだけど、かっこいいところもかっこ悪いところもあって、カリスマ性もあるけど同時にすごく人間臭くもあってっていう、その幅を知った時に、もっと言うとその幅を見せてくれる生き様みたいなものを感じた時に、私の好きだなーの気持ちが作品からその人自身に向いた感覚があって、でしかもなんか私がその人に感じる輝きが跳ね返って私自身を照らすような感覚すらあってみたいな、自分もこうありたいなみたいな気持ちとか、その存在に励まされるような感覚みたいなわかりますか？これきっと分かってくれるんじゃないかなと思ってお話ししてるんですけど、でもかといって島良平さんを推しっていうのはちょっと違和感があるし、別にねみんなの中にそれぞれ私とは全く違う推しの定義が別にあるのかなと思うんだけど、なんかこう自分の中で一歩踏み込んだ新しい感情になったというか、新鮮な気づきの体験でしたみんなは好きと推しの違い考えたことありますか？6月12日、何もしない日って大事だなということで、なんかこの週はすごい頭が忙しい週で、なんか明確にもう何もできない、やりたくないっていうモードになっちゃったので、よし今日は一旦何もしない日にしようと思って何もしないことをした日でした。何もしないっていうか、これやんなきゃなとか、本当はこれ今日やった方が明日楽になるんだよなみたいなのを考えずに過ごしてみて、もうポケモンシールドを初めからにして遊んだりとか、転生したらスライムだった剣のアニメを初めから見直したりとか、もう望むことを望むままにやった日だったんですよ。そしたら翌日結構すっきりして、そのやんなきゃいけないなとかやった方がいいなって思ってたことをすごいサクサクこなせて、昨日
心身よく休めたんだなっていう実感があって、なんかよくさ、休むっていうのはただ体を休めるということじゃないみたいなことを見聞きしたりするけど、かなり久々に実感として、あ、これが休みかって思えた日でした。だからなんか、一見こんな過ごし方していいのかなみたいな、自分の欲に従う日もちゃんと必要なんだなって思いました。ということで、今週のブーケはこんな感じになりました。今週のブーケの色味、パステル調な感じでまとまって、すごく個人的に好きなカラーパレットになったなと思っています。なんやかんや6月に入ってからじんわり忙しい感じが続いていて、暑くなってきたしね、体調崩さないように睡眠、栄養、運動習慣みたいなところに気をつけながら元気に乗り切りたいなと思っているんですが、みんなもね、ご飯食べて寝てお散歩して6月後半も一緒に生き延びてまいりましょう。ということで、この動画を楽しんでいただけたらチャンネル登録、高評価、コメントなどしていってもらえると大変励みになります。明日からも自分のペースでやっていきましょう。お相手はアンバープリムローズでした。バイバイ。